こんにちは、ナビゲーターのみゆきです。今日は鎌倉を訪れた際にぜひ行ってほしい古民家カフェとレストランをご紹介します。まず最初にご紹介するのは和喫茶金魚の巣です。こちらは鎌倉最古の寺と言われている杉本寺や美しい竹林で知られる報国寺から徒歩で5分程度のところにあります。早速中へ入ってみましょう。いろんなところで可愛らしい金魚のモチーフを見かけます。奥の部屋も気になります。まるで昭和にタイムスリップをしたようです。こちらがメニュー。コーヒーや紅茶を中心にこだわりのジュース類とデザートがあります。私は土鍋プリンとアイスコーヒーをオーダーしました。見てください。金魚がとっても可愛いですね。ふわふわのクリームと苦味の少ないカラメルソースです。プリンは昭和レトロなしっかりした食感で卵の美味しさを感じます。ここにも金魚さんが。緑を眺めながら癒される空間でした。さてこちらは薬膳を気軽に楽しめるつばめカフェです。カフェに見えなくて私は最初通り過ぎてしまいました。店内は古道具やドライフラワーがセンスよく飾り付けられた素敵な空間です。食事も飲み物も体に良さそうなものが並んでますね。私は杏仁豆腐にしました。見ただけで体が元気になりそうですね。こちらのお店は祇園山ハイキングコースへ続く住宅街にあり、静かな時を過ごせます。こちらも素敵な建物です。古民家イタリアン角屋。こちらは鶴岡八幡宮の東の鳥居から徒歩で約5分。その他近くには源頼朝のお墓や合格祈願で参拝される方が多い絵柄天神社、鎌倉宮などがあります。ランチでも予約でいっぱいになるほどの人気店です。
ちらはセットのサラダです。地元の新鮮な野菜が使われています。スモークチキンとグリエルチーズのトースト。さあ、メインのパエリアです。レモンを絞っていただきます。魚介の旨味が染み込んでとっても美味しいです。こちらはイタリア産の唐辛子がオリーブオイルにつけられたものです。ちょっと加えて味変してみます。思ったほど辛くなくいい香りです。アジサイで有名な長谷寺から近いブオリです。1階はカフェで2階は暮らしの道具店になっています。迷ってすぐには決められないくらい美味しそうなデザートがいっぱいあります。私はアフォガードサンデーにしました。デザートはもちろんコーヒーがとても美味しいので、コーヒーが好きな方にはぜひおすすめしたいお店です。この後は落ち着く店内でしばらく本を読んで過ごしました。最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルは観光地や観光の際のおすすめのお店や宿泊施設、旅行のプランなどをご紹介していきます。ぜひグッドボタンやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。